はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが、食事した後にこの人とまた会いたいなって思われる人と、この人は別に悪い人ではないんやけどなんか疲れるなって思われる人います。その違いは高級レストランでのマナーを知ってるかどうかではないんです。実は普段の何気ない立ち振る舞いにあります。お食事っていうのは相手との距離を縮めるための最高の機会です。だからこそその場での立ち振る舞い一つで好印象にもなれば残念な印象にもなってしまいます。今日はまた会いたいと思われる人の食事マナー5選をお伝えします。格式高いレストランでの難しいマナーの話ではないです。そしてそんなの当たり前じゃないのって思うところもあるかもしれないです。でもその当たり前ができている人意外と少ないんです。皆さんぜひ最後まで見てください。そしてチャンネル登録がまだお済みでない方は今の機会によろしくお願いします。ではまず一つ目です。口に食べ物を入れたまま話さないことです。お食事中は会話もとても大切です。でも何か聞かれたからといって慌てて答える必要はないです。もし食べてる時に急に何か聞かれたら少しお待ちくださいっていうジェスチャーをして飲み込んでからお話ししてください。どうしてもすぐに返事しないといけない場面もあります。そういう時は口の中の食べ物を片側に寄せて話す方もいます。でも全部飲み込んでから話す方が上品です。急いで返事するよりも相手に不快感を与えないことの方が大切です。では2つ目です。音を立てて食べないことです。品格っていうのはあらゆる音に出ると思ってます。例えば食べ物を食べる音、そして飲み物を飲む音、そして食器を置く音。自分は気づいてなくても周りは意外と聞いてます。静かに丁寧にお食事をするだけで上品で落ち着いた印象になります。はい、では3つ目です。爪楊枝はできればお席を外して使うことです。もちろん絶対にっていうわけではないです。ファミリーとかお友達とのお食事ならそこまで気にしなくてもいいと思います。でも初対面の人とかお仕事関係のお食事の場合なら洗面所で済ませる方がスマートです。マナーっていうのは相手への思いやりです。はい、では4つ目です。席を立つときは椅子を整えることです。食事終わった後にそのまま立ち去ってしまう方多いです。椅子を元の位置に戻す。テーブルを必要以上に散らかさない。これだけで印象は大きく変わります。はい、そして5つ目です。お店の人に偉そうな態度を取らないことです。これ私一番大事だと思ってます。お料理を運んでいただいたらありがとうございます。そして帰るときはごちそうさまでした。この一言を自然に言える人はとても素敵だと思います。一緒にお食事している相手はあなたが何を注文しているかっていうよりも店員さんにどう接しているかっていうのをよく見てます。人は自分にだけ優しい人よりも誰にでも優しくできる人の方が信頼できます。はい、では今日のお話をまとめます。今日皆さんにお伝えした食事マナーは高級レストランで必要になる特別な知識ではないです。ではまず1つ目です。口に食べ物を入れたまま話さないことです。そして2つ目です。音を立てて食べないことです。そして3つ目です。爪楊枝は周りへの配慮を忘れないことです。そして4つ目です。席を立つときは椅子を整えることです。そして5つ目です。お店の方に感謝を伝えることです。どれも難しくないです。でもできている人はちょっと少ないです。お食事の場ではその人の育ち、そして人柄が自然と現れます。だからこそ難しいテーブルマナーを完璧に覚えるよりもこの2つです。相手に不快な思いをさせない。
そして周りへの感謝を忘れないことです。この2つを覚えていただければ、あなたは間違いなくまた会いたいと思われる人になれます。では皆さんにここで質問です。お食事マナーで親御さん、周りの方に教わって今も大切に続けていることありますか？ぜひあったらコメントで教えてください。では続きまして、さゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ、はい。最近私ね、大阪から東京に引っ越ししてきてるんですけど、あることの難民になりました。それ何かって言ったら、美容室難民です。ネットでいろいろ調べて、口コミを見て行ったりとかしてるんですけど、未だにもうあっちこっち徘徊してます。それで考えたんですけど、美容室って技術がとても大事なんですけど、最終的には人で決まりますよね。例えば話し方であったりとか、気遣いであったりとか、ちょっとした接し方だったり、これって今日の食事マナーの話にも似てるなと思いました。結局人は完璧なマナーを知ってる人よりも、一緒にいて気持ちいいと思える人のこと好きになるんですよね。ちなみに私の美容室難民生活はまだ続いております。もし東京でどっかいいところあったらぜひコメントで教えてください。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。